はい、カルボナーラです。3月7日、VR チャット月明かり商店街内のワルト小劇場ワールドでの講演会となります。ではスライドを用意します。まず本日は AI に仕事を奪われた場合の戦略ということでお話しします。次のスライド。ちなみに先ほど AI に2027年末までに正規非正規個人事業など労働者が仕事を失う取引を失うのはどの程度かを AI に聞いてみました。最初は適当な答えだったので何度かシミュレーションさせた結果が次の通りです。チャット GPT は 0.5 から2%、35万人から140万人、これが仕事を失う、取引を失う。ジェミナイが1%から2.5%、70万人から175万人、クロードは2.5%から6%、175万人から420万人、グロックは3%から10%、210万人から700万人。これは結構インパクトのある数値だと私は考えています。ちなみにリーマンショックの影響を受けて、日本で非正規、雇用、ここを中心に雇い止めが起きて、年越し派遣村というワードが有名になった20年ほど前の、出来事ですけども、この時の失業というのが1.2%なので、どの、AI もリーマンショックと同等、もしくははるかにリーマンショックを上回るという予測値になります。次のスライド。本日説明するのは比較的短期の1、2年をターゲットに話を進めます。なお、仕事や取引を失うのはフリーランス、外注、非正規雇用から影響が出てくると思っています。ここ1、2年というのは、この層、ここに着目してお話ししていきます。参考までにフリーランス、外注、非正規雇用の後は、通常の会社の事務関係であったり管理職、こういったところの配置換えというような形で徐々に進んでいくものと思われます。では次のスライド。考えられる方策、これを列挙しました。1、2、3、4とあります。1、AI を使う側に回る。2、残っている職種に転職する。3、芸術家などに転身する。4、何もせず遊ぶ。あくまで私の周りではあるのですが、聞いてみた結果、一番多かったのは丸2番です。で、一番少なかったのは丸4番です。それでは次のスライド。順番前後しますが、先ほどの1、2、3、4について、話をしていきます。まず、2番、残っている職種に転職する。これは一番多い、丸2を選んだ人が多いのですが、これは安全に見えます。しかしよく考えてみていただきたい。大勢が同じ行動をとると推測されます。私個人的にはこれはレッドオーシャンに飛び込むようなものだと考えています。これは社会心理学的にも、バンドワゴン効果といって、こういった混乱期、大勢の人が行動しているから自分も同じ方向に行っても大丈夫だろうというバイアスが働きます。ですので、2番はあまり選択しない方がいいと私は感じています。ただし条件付きで、やらざるを得ないという人は出てくると思います。条件は何かというと、手元にお金がないという場合はもう働かざるを得ないので、こういった選択肢というのは出てくるものだとは思っていますが、ここが一番注意する箇所であると思っていて、次のスライド、一番センターに負のスパイラルと書いてあります。で、これはもしかしたら可能性の話ですけども、
派遣として労働する可能性、こういったものも出てきます。またこのような時期に派遣で働くということはかなり疲弊するということをリーマンショックの時に我々は学んでいます。そしてこのスパイラルに陥ってしまうと這い上がってくるというのが非常に難しい。ですのでこの行動っていうのは長期的に見た時に自分の首を絞めかねない行動になるということを頭に入れておく必要があります。では次のスライド、順番前後しましたが、丸1番ですね、の説明です。AI を使う側になる。これはもう大正解だと私は思います。方向性も正しいです。ただし、仕事を失ったらこの行動に出るというのは私は疑問を投げかけたいです。なぜ仕事を失う前に行動しないのか。仕事を失って行動して果たして AI を使う側になれるのか。この2点があるから私はこの AI を使う側になるというのは疑問視しています。では仕事を失う前に AI に使う側になれればいいんじゃないのかと言われるとその通りです。今のうちに AI を使う側になる勉強をしておく、実際に触っておく、これは非常にいいことだと思うので、仕事を失う前にできるのであればこれをやっていいと、一番いいと思います。ただし、スライドに書いてある通り方向性は正しいけどできない人が大半だと思います。これはできないのは能力がないとかではなくて頭でいいとは分かっていても、心理的に正常性バイアスとか現状維持バイアス、あと損失回避性というこういったバイアスが働いてしまうので頭で分かっていても、実際に行動できない。これは大半の人が、いわゆる足かせのようにはめられている状態、足かせをはめられている状態なので、この方向に行く人っていうのはかなり少数派だと私は思っています。そして次のスライド、芸術家への転身。これは AI が、芸術家に太刀打ちできないと聞いたことがある。こういった人がここを選ぶと思います。その観点で、芸術家に私は独立するんだっていう方策なのですけども、これについても私としては疑問があります。であれば今なぜやらないのかと。で、完全にこれはもう逃避行動だと考えています。AI が太刀打ちできないのは本当の一握りの芸術家であって、大半の転身した芸術家、の人、自称芸術家の人は AI の代替対象になってしまいます。なので、あまりいい選択だとは私は思っていません。そして次のスライド、何もせず遊ぶ。これは、私の周りではありますが、ほとんどこの何もせず遊ぶと4番を選択した人はいませんでした。これを選ばなかったのですが、このスライドに書かれている通り、最も貧弱なのですか、本当に弱い選択なのですかと問いかけを投げています。この問いかけから分かる通り、なんとなく次のスライドから私の展開が読めると思うのですが、行ってみましょう。次のスライド。私の提案、条件付きで丸4番です。これは丸4番を推奨する理由、その条件は生活防衛資金を蓄えておく。これが大前提になります。ただし、この生活防衛資金があることで、誤ってレッドオーシャンに入らない。あと、政府の動向などを俯瞰的に状況把握できる時間を設けることができる。新技術に触れる時間、これを作ることができる。なので、この条件付きで何もせずに遊ぶということを推奨したいと思っています。ちょっ
とこの後掘り下げていきますが、次のスライドに進みます。で、掘り下げる前に AI の失業に AI 失業と政府について、この観点でちょっと見ていきたいと思います。大量の失業、これが発生した場合、政府の対応とかを必ず見てください。ただし、これは政府におんぶに抱っこしてもらうという意味ではなく、そういった政府に頼るという前提はもう捨てた方がいいと思います。給付金などの可能性はあるかもしれません。で、ベーシックインカムの議論、これが本格化するかもしれません。ただしここで言うのは、あくまで議論が始まるだけであって、もらえることは必ずと言っていいほどないと思います。で、ちなみにイーロン・マスクが UBI が必要になると、これも2016年とか17年とか結構昔から言ってるんですけども、そういった内容を話しています。これは UBI は何かというと、ユニバーサル・ベーシック・インカムの略で、所得、そういったもの関係なく、すなわち審査もなくもらえるベーシックインカムのことを言っています。で、さらにイーロン・マスクは最近になって、UHI という、言葉も提唱しています。これはユニバーサル・ハイ・インカムの略で、AGI という汎用 AI ですね。これが富を生み出すという前提で、高水準のその富を、無条件で人間が受け取れると。もうこれは完全にもう、先の話なので、今これが実現するっていうことはないのですけども、何を言いたいかというと、こういった、政府世界、そういったところの情報をしっかり取りに行きましょうと、これを、強く言いたいと、思っています。で、次のスライド。ここでアメリカの事例を調べてみました。アメリカの雇用はシビアでかつ AI 化が進んでいて、すでに AI での失業者というのは出ています。ただそういう働き方の文化というのもあるのか、すぐ別の仕事を見つけているという人が多い一方で、これアメリカ人の多くが債務者であるということもあって、すぐ仕事を、見つけざるを得ないという背景もあります。あと多数派ではないのですが、ある程度貯蓄のある人は職を失っても数ヶ月バカンスをしているという例がありました。おそらくこのような人は次のビジネスを考えていたり、仕事仲間の動向を見て会社立ち上げなどのチャンスを狙っているものと思われます。生活防衛資金と書いたスライドですけども、生活防衛資金の意味というものが分かっていただけたと思います。焦らないための資金、群衆行動を避ける資金、政策を待つ資金、次の波を読む資金、ここ再度言いますけども、政策を待つというのは国を当てにするという意味ではなくて、俯瞰的に、状況を把握するということで、世の中を見るという、そういったことを意味しています。で、次のスライド。だから今、ここでようやく当講演での結論なんですけども、だから今遊べと。重要なワードが出てきたここ、今です。先ほど足かせの話をしましたけども、今、そして遊べなら足かせをなく、できないでしょうか。AI に触れろ、VR に触れろ、この辺りから生まれてくる新しいビジネスチャンスがないかについてアンテナを立てるというのが私の結論です。考え方の1点目、こんなのはゲームだ。考え方2点目、これはもしかして社会化するかもしれない。これは提案であり、どちらが正解かは現時点では分かりません。ただ
私の正直な感想としては、 AI で楽できる時代になって、なんでこのような技術をゲームで終わらせる必要があるのかという点です。 AI や VR で、徹底的に遊べる暇つぶしをやった方が良いと考えており、暇つぶしというものは正当化すればするほど、それは社会化していくと確信しています。これはもう歴史が物語っていて、これまで暇つぶしというものを正当化して人間の脳を騙して、過去というものがそれを証明しています。例えば野球という遊び、これがエンターテインメントまで昇華したなどが挙げられます。まさにそれに合致したような時代が今来ているのだと考えています。では最後に、 AI に仕事を奪われた後に問われるのは、個々の能力というよりはもう準備だと私は考えます。失業というのは突然来るのですが、準備は今からでもできます。以上となります。ご清聴ありがとうございました。